今回は様々なスイングフォームについて解説していきます。自分に合わないスイングフォームでは威力が出ないばかりか怪我につながってしまうこともあります。それぞれのフォームにおける特徴や注意点、ジャンプ力や柔軟性との関係など、できるだけ分かりやすく科学的に解説していきたいと思います。あらかじめ断っておきますが、今回の動画に関しては僕の個人的な意見が多く含まれますので、あくまで一つの考え方として参考にしてみてください。自分に合ったスイングを見つける方法、スイングの種類について、理想のスイングを見つける方法とは、ストレートアームの特徴、ボー&アローの特徴、肩関節外旋の可動域の重要性とは、サーキュラーの特徴、サーキュラーの肘の位置についてまとめ。では早速いきましょう。スイングには様々な種類があり、分類の仕方も様々ですが、大まかに言うと、ジャンプからインパクトまでの速さやコントロールを重視した打ち方と威力を重視した打ち方に分かれると僕は考えています。それを示すためにうまくはありませんが、ストレートアーム、ボー&アロー、サーキュラーの3つのスイングフォームでボールを打って比較してみます。実際に空中で落下してくるボールを打つとタイミングがずれたり、ジャンプの勢いが変わったり、インパクトのポイントがずれることもあり、条件が異なる可能性がありますので、体重移動を行えない片足立ちの姿勢でボールは同じ位置に固定してスイングしました。ここからできるだけ強くスイングをして球速を測りました。またジャンプで足が離れた瞬間の姿勢からボールにインパクトするまでの時間も計測しました。すべてのスイングを5回ずつ行い、そのおおよその平均値を出しました。1つ目はストレートアームです。このスイングはジャンプの流れからこの姿勢を作り、そのまま腕を振りますので素早く振ることができます。ボールスピードは平均約42キロでした。またジャンプで足が地面から離れる瞬間からインパクトまでのスイングの動作時間は約 0.33 秒でした。こちらはボー&アロー、迫田選手のようなスイングです。僕がスパイクの科学として解説したのは主にこちらのスイングになります。このように手のひらを外側にして肘を上げた状態からスイングします。肩関節内旋から外旋をする分、ストレートアームよりほんの少し時間がかかりますが、腕がしなるため威力が上がります。ボールスピードは約52キロで、スイングの動作時間は約 0.38 秒でした。次はサーキュラーです。西田選手のようなスイングです。ジャンプで腕を振り上げた後、野球のピッチャーのように後ろへ回してから振るので、より動作の時間は長くなりますが、最も威力が上がります。ボールスピードは約55キロで、スイングの動作時間は約 0.46 秒でした。ジャンプ直後のスイング開始からインパクトまでのスイングの動作時間に注目すると、こちらが短くて、こちらは長くなり、スパイクの威力に注目すると、こちらの威力は弱くて、こちらは威力が強いということになります。このような結果になる理由は、腕の走行距離が長くなるからだと考えられます。助走距離が長ければ、その分時間はかかりますが、威力が上がるというわけです。例えば野球でも、威力を重視するピッチャーのフォームは大きく腕を使い、投球動作の時間は長くなりますが、威力は上がります。素早さを重視する送球では、腕をコンパクトに使い、威力は多少下がりますが、投球動作の時間は短くなり、素早く投げることができます。そしてこのようなスイング動作を決める主な要因は手の走行軌跡なのです。話をバレーボールに戻しますが、スパイク動作における手の走行軌跡には無数のタイプが存在します。例えば、頭の上で振りかぶるタイプ、耳の横、顎の横、胸の横、お腹の横で振りかぶるタイプなどです。これは右に向くほど手の走行距離が長くなるため、スイング開始からインパクトまでのスイング時間は長くなります。この辺りがボー&アロー、こちらはサーキュラーと呼ばれますが、僕はその間に明確な境目はないと考えています。またスイングの動作時間はしなりの大きさ、柔軟性と筋力、腕の長さなどによっても変わってきます。可動域が狭くしなりが小さいとスイング時間は短くなり、
可動域が広くてしなりが大きいとスイング時間は長くなります。このように柔らかくしなる棒と硬い棒を振ることと同じような状況です。しなる方が戻ってくるまで時間がかかりますので、スイングの動作時間は長くなるのです。そして筋力が強く剣の硬さが硬いとスイング時間は短くなり、筋力が弱く剣が柔らかいとスイング時間は長くなります。これは硬くて強いゴムと柔らかいゴムの収縮力の違いをイメージすると分かりやすいと思います。黒いゴムの方が赤いゴムより硬くて強いです。ゴムの長さを同じにして同じ重さのボールをつけて引き伸ばし収縮させると、硬いゴムの方が早く戻ることが分かります。これと同じように筋力が強くて剣が硬い方が引き伸ばされた時により早く強く戻ってきますので、スイングの動作時間は短くなるのです。そして腕が短いほど動作時間は短くなり、長いほど動作時間は長くなります。これは振り子でイメージすると分かりやすいと思います。同じ角度で動くとしても大きい円を描く方が時間は長くなるのです。これらの手の走行軌跡、しなりの大きさ、筋力、腕の長さによってジャンプ直後のスイング開始からインパクトまでの時間が変わってくるのです。まずはそのことを理解していただきたいと思います。とりあえずスイングの動作時間が一番大きく関わるのは手の走行軌跡ですので、そちらに注目して話を進めていきたいと思います。バレーボールのスパイクはできるだけ強く打ちたいわけですから、最も強力なスパイクを打てる丸3のようにスイングをするのが理想ではあります。しかしジャンプ力によって空中で行えるスイング動作の時間は限られています。つまり簡潔に言うなら、ジュニア選手のようにジャンプ力がまだ低く空中での時間の猶予がない状態であれば丸1のようなスイングに、一般的な選手のように空中で少し猶予があるなら丸2のようになり、男子のトップ選手のようにかなり高くジャンプでき滞空時間が長ければ丸3のようなスイングにするのが効率が良いと考えられます。そしてそれをベースにし、柔軟性や筋力などを加味して自分の滞空時間でのベストなスイングを探していくのが良いと考えています。参考までに僕のジャンプ力でベストなスイングを考えてみましょう。僕は足が地面から離れてから最高到達点へ達するまでの時間が約 0.36 秒でした。この時間は僕のボー&アローのスイング動作時間 0.38 秒に一番近いです。サーキュラーにした方が威力が出るのですが、ジャンプをしてからサーキュラースイングを行うと最高到達点から下がってきたところでようやく手が前に出てくるようなスイングになってしまうのです。それを無理やりスイングを早めようと力んだり、ジャンプの途中からスイングを開始したのではスイングスピードが落ちたりジャンプ力が下がってしまいます。また 0.36 秒というのは先ほどのボー&アローのスイング動作時間 0.38 秒よりも若干短いので、もう少しコンパクトなスイング軌道にするか筋力をつけるかして微調整した方が良さそうだなと考えます。バレーボールのスパイクは野球のピッチャーのように地面に足をついて自分のタイミングでゆとりを持って腕を振れるわけではありません。ジャンプをしてから最高到達点へ向かうまでの限られた時間でスイングをしなければならないのです。とはいえここまで説明しておいてなんですが、ジャンプの時間を計って可動域と筋力を測定して最適なスイングを見つけるぞなどと頭で考えるだけで理想のスイングが見つかるわけではありません。やはり実際に体を動かし試行錯誤しながら自分なりのベストを探っていくものだと思います。そしてそういった試行錯誤をするための知識としてジャンプ力を基準にし、手の走行軌跡、柔軟性、筋力、腕の長さによる違いを理解し、個人差を加味したフォームを追求していただきたいと思います。ではこれら3つのスイングについてポイントや注意点を一つずつ解説していきます。まずは丸1のストレートアームスイングについてです。僕はこのスイングは他の2つとは大きく異なるスイングだと考えています。ボー&アローとサーキュラーはジャンプからの腕の振り上げで肩関節を内旋し腕を横から上げるようなイメージですが、このストレートアームスイングは肩関節を外旋して腕を前から振りかぶります。肩関節を外旋し手のひらを上にしてまっすぐ振りかぶり、そのまままっすぐ振り下ろします。体幹の動きとしては主に背屈から前屈の縦の動きを利用して打つことで威力を高めます。
ストレートアームはスイング動作がコンパクトで素早いことと、まっすぐ振りかぶりまっすぐ振るので狙いも定めやすく、ボールに当てやすいというのが一番の利点だと思います。そのため僕は初心者向けのスイングだと考えています。初心者の方にはスイング動作がコンパクトで素早く打ててボールに当てやすいというのは大きな利点になります。しかし他のスイングと比較すると威力が弱くなってしまうのが欠点ですので、これから本格的にバレーボールをやっていくという選手には次に説明するボー&アローをお勧めします。ボー&アローは僕が過去の動画で主に解説していたスイングです。先ほどサーキュラーよりもジャンプ力が低い選手が行うようなことを話しましたが、必ずしもそういうわけではありません。特に背骨から肩関節がしなやかで柔軟性のある選手はボー&アローでも強力なスパイクを打つことができます。またジュニアからバレーボールをしている選手はこのフォームが体に染みついているため、身体能力が発達した後もボー&アローを好んで使う選手もいます。ただ一つ注意していただきたいのが、ボー&アローは速く強いスイングができるようになればなるほど、ここの切り返しの瞬間に肩関節に大きな負担がかかるということです。これに関してはサーキュラーよりも大きな負担になる可能性があります。例えばバットを振る動作で考えてみましょう。これはあくまでイメージですが、このように切り返して振るのがボー&アロー、このように回して振るのがサーキュラーというイメージになります。ボー&アローは振りかぶる動作でバットが後方へ振られるのを頑張って耐えて切り返す必要があるので、この切り返す瞬間にとても大きな負荷がかかることがわかると思います。つまりボー&アローはこの切り返す瞬間に肩関節の骨や靭帯、回旋筋腱板などに大きな負荷がかかるのです。そして腕を加速させるための体幹の動きである横のねじれや縦の波といった技術が向上すればするほど、より急激に腱部が前に加速するため、切り返す瞬間の肩関節の負荷は大きくなっていくのです。このように軽く切り返すより、このように勢いよく切り返す方が手には大きな負荷がかかります。肩を痛めると体の使い方が悪いからだと思われがちですが、体の使い方が上達するほど肩関節に負荷がかかり痛めてしまうこともあるのです。ではボー&アローでできるだけ肩関節の負荷を減らし、怪我を予防するためにはどうすればよいのでしょうか。その答えは肩関節の柔軟性、特に外旋の可動域を広くすることです。肩関節の外旋を考える上で重要になるのが、上腕部のスイング軌道が描くスイングプレーンと前腕部との角度になります。腕を後ろから前に切り返す部分を上腕部の長軸上から見ると、上腕部のスイングによって描かれる平面、スイングプレーンと前腕部との角度は約35度のようです。では次に迫田選手を見てみましょう。この角度からではおおよその値しか分かりませんが、迫田選手は上腕部のスイングプレーン上に前腕部がほぼまっすぐ乗っていることが分かります。角度は5度から10度くらいでしょうか。このように肩関節の柔軟性、外旋の可動域は硬いと僕のようになり、柔らかい人は迫田選手のようになります。そして外旋の可動域が狭いほど肩関節には大きな負荷がかかってしまうのです。例えば上腕部のスイングの方向がこの方向で、外旋の可動域がここまでしかないとします。するとここで外旋は止まるわけですが、腕を後ろへ振りかぶる動作から前腕部は慣性によってこちらへ進もうとする勢いが生じます。一方上腕部はこちらへ進みますので、前腕部はこちらへ回転しようとすることがイメージできると思います。可動域はここまでだとすると、これ以上外旋することはありませんが、より外旋させようとする回転力が働くのです。この物体を回転させようとする力のことを力のモーメントと言います。力のモーメントは上腕部のスイングプレーンと前腕部の間の角度が90度になると最大になり、鋭角になるほど小さくなっていき、0度で0になります。この力のモーメントの負荷については、荷物を持つことをイメージすると分かりやすいと思います。例えば同じ重さの荷物を持つとしても、このように持つよりこのように持つ方が重く感じます。荷物の重さは全く同じなのに、より重く感じる理由は荷物の重さにプラスして力のモーメントがかかるからです。
この角度が90度になるように持つと力のモーメントは最大になり、とても大きな負荷となります。ではそれを踏まえてもう一度スイング動作で考えてみましょう。腕を後ろへ振りかぶる動作で前腕部は慣性によってこちらへ進もうとしますが、肩関節外旋の可動域がここまでだとすると、これ以上外旋できないのに力のモーメントが大きくかかり、無理やり外旋させようとする負荷がかかるのです。それにより肩関節の骨や靭帯、回旋筋腱板に大きな負担がかかります。先ほどの荷物を持つ例で考えると、このように荷物を持っているようなものです。一方、外旋の可動域が広ければ切り返しの瞬間はこのような角度になりますので、力のモーメントはあまりかからず肩関節の負荷を小さくできるのです。そしてさらに外旋可動域を広くするということはスパイクの威力にも関わってきます。先ほど説明した通り、外旋可動域が狭いと体幹の動きが上手くなるほど肩関節に大きな負荷がかかり、怪我をしてしまう可能性が高まってしまいます。しかしもちろん体は壊されたくはありません。すると体には無意識の制御がかかり、スイングスピードが落ちてしまうのです。この無意識の制御には主に力みと力の抑制の2つがあります。例えば柔軟体操をしていて後ろから強く押されることを想像してみてください。リラックスしていては思い切り大腿部の筋肉が引き伸ばされて激痛が走るでしょう。そうならないように力を入れて、あまり伸ばされないようにブレーキをかける人がほとんどだと思います。これが力みです。押している人に力を抜けと言われても無意識に力が入り、分かっていても力んでしまうなんてことはよくあることです。またこのように自分の力で勢いをつけてストレッチするとしても、なかなか思い切り力を入れて勢いをつけることはできないでしょう。これが力の抑制です。もし全力で勢いをつけて前屈したら、やはり筋肉が引き伸ばされて痛めてしまうかもしれません。そうならないよう無意識に力を弱めてしまうのです。スパイク動作でもこれは同じです。体幹を全力で動かすと肩関節に急激な外旋ストレスが生じ、怪我をしてしまうかもしれません。体は無意識にそれを恐れ、力みと力の抑制が生じるのです。外旋しすぎないように力みが生じ、無知のようなしなりがなくなってしまいます。または力の抑制が働くことで外旋ストレスがかかりすぎないように制御がかかるのです。それにより無意識にスパイクの威力を弱めてしまうことになるのです。このように肩関節の外旋可動域は怪我予防のためにも、より強くスパイクを打つためにも重要なポイントになります。そしてこれはこの後紹介するサーキュラーでも同様に重要なことです。サーキュラーはボー&アローほど急激な切り返しにはなりませんが、やはり外旋可動域が広い方が良いのです。普段からストレッチ体操を行い、柔軟性を高めておきましょう。ちなみに切り返しの瞬間に上腕部と前腕部の角度が0度になる必要はありません。僕は個人的には5度から10度が理想だと考えています。その理由は、ここにわずかな角度があることで、この切り返す瞬間に肩関節の内旋筋腱が適度に引き伸ばされて伸長反射が働くからです。それにより内旋筋群が勢いよく働くため、スイングが加速するのです。この筋腱が引き伸ばされて伸長反射で急激に切り返すというプロセスはスイングを加速させる上でとても重要なことですが、この角度が0度になると外旋させようとするモーメントはゼロになりますので、内旋筋腱が引き伸ばされず伸長反射がうまく働かなくなるのです。稀に生まれつき関節が柔らかく、外旋可動域もとても広いことがあり、何のストレスもなくこの角度が0度になる選手もいます。そういった選手は柔らかいゆるゆるのゴムを引き伸ばした時のように反射で縮もうとする力が弱くなるため、スイングスピードも上がりづらいです。そうならないよう、もともと関節が柔らかい人はストレッチはほどほどにして筋肉の張力を高めるために主に肩関節の内旋筋を鍛えると良いと思います。とはいえ一般的には外旋可動域が狭い人の方が多いので、しっかり外旋のストレッチを行い、スイングの内旋や外旋のストレスに負けないよう回旋筋もしっかり鍛えましょう。いずれおすすめの動的ストレッチや静的ストレッチ、回旋筋腱板のトレーニング方法なども紹介していきたいと思います。サーキュラースイングについてまず知っておいてほしいことは、ジャンプ力が低い選手にはおすすめできないということです。ジャンプ力があまり高くなくてもサーキュラースイングをしている選手も見かけますが、
個人的にはあまりお勧めしません。なぜならジャンプ力が低いとインパクトに間に合わせるために腕を早めに回す必要があるからです。するとジャンプの腕振りが小さくなってしまい、ジャンプ力が下がることもあります。また詳しい説明は長くなるので省きますが、急いで腕を回すと物理的な理由によってスイングにブレーキがかかり、力みによってしなりが失われ、スイングスピードが落ちてしまうのです。これは脱力の科学で説明したのと同じ理屈です。そういった理由からあまりジャンプ力が高くないうちはボー&アローでスイングを行う方が効率が良いと考えています。一方、ジャンプで足が地面から離れてから最高到達点へ達するまでの時間が 0.4 秒以上ある人はサーキュラーを試してみても良いと思います。ではサーキュラースイングを行う上での注意点について説明していきます。それはスキャプラプレーンから大きく後ろへ逸脱しないようにするということです。これについては前回も話した内容ですが、より深く理解していただきたいのでもう少し詳しく説明したいと思います。サーキュラースイングでは極端に言うとこのように右腕を振り回すような遠心力も利用するわけです。この腕を振り回す動きも実際にやってみていただきたいと思います。このように体の前で腕を回すとスムーズにブンブン回せるのですが、このように体の横で回すと後ろから前に切り替わるこの辺りで肩関節に窮屈な感じがあるのがわかります。腕がスキャプラプレーンより大きく後ろへ外れた状態では、この切り返す瞬間に筋肉や靭帯が引き伸ばされたり、上腕骨の出っ張りと肩甲骨の出っ張りがぶつかり合ってスムーズな動きができなくなるのです。ちなみに僕は肩関節が硬いので、この辺りでゴリンという感触があり、強く回すと痛みが出ます。では今度はこのように背骨をねじって胸部を右に向けながら腕を回してみてください。先ほどよりはずっとスムーズに回せると思います。このように胸部を右へ回すとスキャプラプレーンから後ろへ大きく逸脱することなく腕を回すことができるのです。西田選手のフォームを見てみましょう。これはスパイクではなくサーブですが、基本的にはスパイクと同じ動きですし、とても見やすい映像ですので、こちらの映像を参考にしたいと思います。まずジャンプをする時の骨盤と背中に注目します。ジャンプをする時は骨盤と胸部、背中の向きはほぼ同じで、やや左を向きつつ背中全体が見えています。そしてジャンプ直後、骨盤の向きはほとんど変わりませんが、左肩甲骨を後ろへ引きつけるのと合わせて胸部が左へ回旋しているのがわかります。このようにジャンプ直後に背骨を回し、両肩の肩甲骨をしっかり後ろへ引きつけつつ、腕やスキャプラプレーンから後ろへ大きく逸脱しないようなスイングを練習していただきたいと思います。特に腕を回す時に肩に違和感がある方は、怪我予防のためにも徹底的に練習していただきたいと思います。この背骨の動きは立って行うとこのように骨盤ごと回してしまい、背骨を動かす感覚をつかみにくい選手もいます。はじめは椅子に腰掛けて骨盤を固定し、背骨のねじれで動かす感覚をつかむと良いです。このように骨盤と顔を正面に向けたまま胸部を右に回します。そしてこの動きの流れでスパイク動作を行います。この時の注意点は、胸部を右へ回旋させながら腕を回し始め、腕が内旋から外旋に切り替わる直前に左の肩甲骨もしっかり後ろへ引きつけて胸を張ることです。胸を張って胸部から腕にかけての筋や腱が引き伸ばされ、身長反射で一気に収縮する勢いに乗せて腕を振るのです。もう一度西田選手を見てみましょう。胸部を左に向けた後、ここから胸が引き伸ばされて、ここで縮みます。引き伸ばされて縮む、引き伸ばされて縮みます。この動きをイメージして練習してください。それから僕はこれまで両肩を結んだラインよりも肘を下げてはいけないということを話してきましたが、サーキュラーではスイングの開始時に肘が下がっていることもあります。これは良いのでしょうか？答えは良いです。スイングの開始時に肘が下がっているとしても、この切り返しの瞬間に上がっているのであれば問題ないのです。野球のピッチャーでもそうですが、この時点で肘が下がっているとしても、肩関節が内旋から外旋に切り替わるこの瞬間に両肩を結んだラインよりも肘が上がっていれば良いのです。この切り返す瞬間に肘が下がっていると肩関節に大きな負担がかかりますので、
その点は注意していただきたいと思います。ストレートアームスイングはまっすぐ上げてまっすぐ振ることから最もボールに当てやすいスイングです。ボー&アローからサーキュラーにはその中間的なスイングなど無数のタイプが存在し、手の走行軌跡、柔軟性、筋力、腕の長さによってスイングの動作時間が変わってきます。基本的には自分のジャンプ力、滞空時間に合わせてベストなスイングを探っていただきたいと思います。また特にサーキュラースイングでは背骨を回し肩甲骨を後ろへ引きつける動作が重要になります。そして肩関節の外旋可動域は怪我予防のためにも威力を上げることにもとても重要なポイントになります。これについては主にボー&アローのところで解説をしましたが、もちろんサーキュラーでもどんなスイングフォームであっても重要だと考えられます。普段からストレッチを行い可動域を広げつつ回旋筋腱板も強化しましょう。それと今回は説明を省きましたが、スパイク動作は肩や肘の痛みだけでなく腰痛につながることもあります。それを防ぐためには背骨、特に胸椎の柔軟性や股関節の柔軟性も必要になってきます。肩関節だけでなく体幹部や下半身も含め全身のストレッチ体操も行うことをお勧めします。またいずれ柔軟性を高めたり怪我予防に関する動画も作成していきたいと思っています。さて次回は昨年行ったジャンプ力アップ企画の結果発表です。総勢102人の方々は6週間でどれくらいジャンプ力が上がったのでしょうか。単なる結果発表だけでなく、僕の指導における良かった点や反省点の考察と、その考察を踏まえてのおすすめのトレーニング方法も紹介していく予定です。更新が遅くて申し訳ありませんが、仕事の合間にできる限りの時間をかけて作成していますので、気長にお待ちいただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said.